こんにちは、ビークールユーザーズエッピーです。今回はワードの超人気機能、宛名ラベルへの差し込み印刷をします。ワードを使えばラベルサイズもメーカーとか型番を選ぶだけで設定できます。しかもこのワードのラベルに Excel で作った住所録のデータを差し込み印刷できます。まずは Excel で作った住所録データを開きます。確認するポイントは2つありまして、1つ目が住所録データがあるシート名です。私が作った住所録ではシート1の方に住所録データが入っていて、シート2には住所録のデータは入っていません。この住所録データがあるシート名を覚えておくというのが1つ目です。お次の2つ目が宛名ラベルで使いたい項目の名前です。氏名と姓と名両方ある場合はどちらを使っていただいても OK です。また住所1と住所2のように住所欄が分かれている方もいらっしゃるでしょうし、住所欄は1つだよという方もいらっしゃると思います。住所がどのように入力されているのかも確認しておいてください。確認が終わったら Excel ごと閉じてしまってください。それでは早速宛名ラベルの設定に入っていきますが、お手元にラベルシールはご準備いただいているでしょうか。実はワードには宛名ラベルのメーカーと型番がいくつも登録されていて、それを選ぶだけでラベルサイズの指定ができるようになっているんですね。しかもその指定は差し込み印刷の最初の段階でする操作なので、まだラベルシール準備してないよという方は一旦中断して購入をお願いします。宛名ラベルをご準備いただいた方からワードを起動していきましょう。くどいですが差し込み印刷はワードの機能なのでワードを起動してください。Excel ではないです。はい、それではワードを起動したら差し込み文書タブ、差し込み印刷の開始から差し込み印刷ウィザードをクリックします。画面右側に差し込み印刷ウィザードが出てきて、その下に手順6分の1と書いてあります。これからワードに6つのことを聞かれてくるので、それを順番に答えていくと宛名ラベルへの差し込み印刷が終わりますよというものになります。まず手順6分の1ではどんなものを差し込み印刷で作りますか。今回はラベルになりますのでラベルを選択して次へをクリックします。お次は型枠をどうしますかという指定になります。これからこの画面にラベルシールと同じ大きさの枠を表示していくんですが、その枠が表示された文章すでに持っていますか。その場合は既存の文書から開始になるんですけれども、今回はそういった文書を持っていませんので、文書レイアウトの変更からラベルオプションを選んであげてください。そうするとこのような画面が出てきて、ラベルシールのメーカーを選び、その型番を選ぶ一覧になっています。ラベルの製造元いろいろありますので、メーカーさんを選んであげる。そしてこの製品番号はそのラベルシールの型番になりますね。随分とたくさん表示されていますので、この中から選んでいってください。もし自分の準備したラベルシールがこの製造元とかこの製品番号の一覧にないよという場合には、新しいラベルというボタンを押してラベルシールを登録してあげることができます。その方法については私のウェブサイトで方法を解説していますので、概要欄のリンクから該当のページをご覧ください。メーカーと型番を選んだら OK ボタンを押しておきます。そうするとラベルシールと同じ大きさの枠が表示されてきました。もしこの線が画面に表示されていない方は、テーブルレイアウトタブというところのグリッド線の表示のボタンがオフになっているはずですので、このボタンをオンにしてあげると線が表示されてきます。それではお次の手順に行きます。次へ。今度は住所録データがどこにありますかというのの指定になります。既存のリストを仕様が選ばれていることを確認して参照ボタンをクリックしていきましょう。ダイアログボックスの左側や上の部分を使って住所録ファイルが保存してあるところを指定していきます。そして住所録のファイルを選択してあげて開くボタンをクリックします。そしてその住所録ファイルのどのシートに実際のデータは収まってますかというのを聞くダイアログボックスが表示されました。シート名が表示されています。
シート名の後ろのドルマークは特に気にしなくっていいんですが、ここにシート1にはプリントタイトルズと書かれたものと書かれていないものが表示されています。今回私が使う住所録はシート1に収まっているんですけれども、同じシート1どちらを選ぶか悩みますよね。これはプリントタイトルズと書かれていない方を選んでください。ですので今回の私はシート1に住所録データがありますので、シート1を選んだ状態で OK ボタンを押していきます。そして住所録データの中身が表示されていきます。もし今回の宛名ラベルに印刷したくない方がいる場合には、ここからチェックを外しておいてください。 OK ボタンいきます。すると NEXT レコードというものが表示されてきました。実はこの NEXT レコードという表示はとても重要なものになりますので、消したりはしないでください。次へ進んでいきましょう。右下次へボタンをクリックします。ラベルの指定の本番に入っていきます。宛名ラベルの差し込み印刷では、まず左上のラベルを完璧に作って、その左上のラベルの設定を他のラベルに行き渡らせるという手法をとっていきます。ですのでまずは左上に設定を完璧にしていきましょう。1行目に文字カーソルがあることを確認して、ここには郵便番号を表示するようにしたいので、差し込みフィールドの挿入をクリックすると、指定した住所録の中の項目が表示されてきます。これは私が指定した住所録ファイルの中にある項目の名前ですね。それぞれ皆さんがお持ちの住所録によって項目の名前が違っているはずですので、これと全く同じになっていないといけないというわけではないので安心してください。今回は郵便番号を入れたいので、郵便番号を選んで挿入をします。するとこの位置に郵便番号データを入れてくださいねという指定ができました。お次は2行目に住所を入れたいんですが、2行目に文字カーソルを動かそうとすると、ダイアログボックスが表示されたままではカーソルが動かせないので一旦閉じます。2行目に文字カーソルを移します。そしてもう一度差し込みフィールドの挿入です。私が指定した住所録データでは住所1と住所2項目が分かれていますので、まずは1つ目の住所1を選びます。これを挿入していきましょう。そしてこの住所1の下に文字カーソル動かしたくてもダイアログボックスが出たままではできないので一旦閉じます。そしてあらかじめ準備されてたのは2行までで、その下に開業マークはないので、キーボードエンターキーで開業して3行目を作っておきます。この位置に住所2を入れていきましょう。もう一度差し込みフィールドの挿入です。住所2を選んで挿入していきます。ダイアログボックスを一旦閉じます。また行を作るためにキーボードエンターキーを押して開業。この位置にお名前を入れていきましょう。差し込みフィールドの挿入です。氏名がある方、氏名を使ってもいいですし、姓と名に分かれている方は姓と名を使っていただいてもいいですし、両方ある方はどちら使っていただいても OK です。私は今回姓と名に分かれている方を使いたいと思います。姓を選んで挿入をします。そして名字の後ろにすぐお名前が来ればいいので、今回は開業する必要がありませんから、この状態のまま続けて名を選んで挿入していきます。姓と名を続けて入れることができる設定になりました。閉じるボタンを押していきましょう。そうすると1行目は郵便番号、2行目3行目に住所が入って、一番下の行にお名前が入りますよという設定ができました。この1つ目のラベルシールにデータが入ると実際にどんな風に見えるのかというのが次へラベルのプレビュー表示となります。クリックしておきましょう。今は手順6分の5です。
手順6分の5ではプレビュー表示されていくので、実際のデータが差し込まれるとこんな感じになりますよというのが確認できます。あくまでも今は左上のラベルの設定だけしていますので、他のラベルにデータが入っていなくてもそれは正解ですので安心してください。ここで次にどんな操作をやるのか見当をつけていきます。まず郵便番号の前に郵便マーク、ポストマークをつけていきたいので、それを入力したい。それからお名前の後ろに様をつけてないと失礼になっちゃいますので、様を設定していきましょう。あくまでも設定は手順6分の4で設定していきます。今は手順6分の5になりますので、4に戻るために戻るを押します。そしてこの画面で郵便番号にポストマークをつけますので、郵便番号と書いてあるところで右クリックします。フィールドの編集をクリックしてあげると、この郵便番号を差し込むところの前に文字を入れますよ、チェックをつけて、そしてこの欄にその文字を入力していきます。郵便とひらがなで入力して変換をしてあげると、郵便マーク、ポストマークが出てきます。 OK ボタンを押していきましょう。郵便番号の数字の前にポストのマークが出てきますよ。それからお名前の後ろに様をつけていきます。なーと書いてあるところで右クリックをしていくんですが、この時に勘違いしやすいんですが、お名前の後ろに様を入れたいからといって完全にお名前の後ろで右クリックしてしまうと、フィールドの編集というメニューが出てこないんですね。あくまでもお名前というデータを入れるところに様という文字をくっつけたいという意味で、お名前のフィールドのところにしっかり合わせて右クリック、フィールドの編集になっていきます。そしてこのお名前の後ろに様という文字を入力しますよ。文字を設定しました。もし様の文字の前にちょっと空間を空けたい、スペースを入れたいというのであれば、キーボードでスペースを入れてあげればいいです。もし嫌な場合にはそのスペース入れずに様だけ設定すればいいので、ここは完全にお好みです。そして全角のスペースを入れるのか半角のスペースを入れるのかというのは完全にお好みです。私は半角スペースの方が好きなので半角スペースを入れたいんですが、普通にスペースを入れて全角スペースになってしまう方はシフトキーを押しながらスペースキーを押してあげると半角スペースを入力することができます。全角半角はお好みで、そしてスペース入れる入れないもお好みで大丈夫です。OK ボタンをクリックします。名前の後ろにスペースと様を入れることができました。それからこれもお好みなんですが、姓と名に分かれている方、この姓と名の間にスペースを入れるかどうかというのも完全にお好みです。でもし入れたいよという場合には、姓という文字の後ろに入れるという考え方と名というところの前に入れるという考え方、両方できます。これはどちらでも構いません。今回の場合はそうですね、なの前に入れるようにしてみたいので、やはり同じです。なと書いてあるところにしっかりマウスポインター合わせて右クリック、フィールドの編集です。さっき様を指定してますのでこういう風に出てきてますね。名前の前にスペースを入れていきますので、前にスペースを入力します。全角なら普通にスペースキー入力して全角で入れられます。スペースキーを普通に打ったら全角になる。だけれども、もし半角で入れたいよという場合にはシフトキーを押したままスペースを入力すると半角スペースになります。 OK ボタンを押していきます。設定ができました。実際にこの設定でデータを差し込むとどういう風になるのかというのを、やはり次へプレビュー表示をクリックしていきます。
実際にデータが差し込まれるとこういう風になりますよという風に画面で見えてきました。あくまでも今は左上のラベルの設定しかしていませんので、他のところにデータが差し込まれていなくてもそれで OK です。問題ありません。あくまでも左上の設定だけ完璧にしていきましょう。お名前は文字もうちょっと大きい方がいいですよね。それから中央揃いになっていた方がいいので、その設定をしていきます。設定自体は手順6分の4で操作しますので、今は手順6分の5ですから、戻るを押して手順6分の4に戻ってきます。そしてこのお名前が入る部分を範囲選択して、あとは普通ですね。ホームタブで文字の大きさを変えたり、それから中央揃えにしたり、そんな風にしていけば OK です。じゃあこれでできたので、もう一度プレビューしてみましょう。次へをクリックします。手順6分の5でプレビュー表示になります。そしてこのそうですね、お名前と住所の間に1行ではないけれども、1行までいかなくても 0.5 行ぐらいの間隔欲しいなというふうに思ったりとか、もうちょっとお名前大きい方がいいなというのであれば、やはり設定は手順6分の4で行いますので、戻るを押して手順6分の4に戻ってきます。そして範囲選択してホームタブ、段落グループのこの小さいポッチですね、これをクリックしてあげます。インデントと行間隔タブ、段落前に 0.5 行の間隔を入れますよ。 OK ボタンを押しましょう。そして文字の大きさもちょっと大きくしますよ。押します。できました。実際にデータが差し込まれるとどういう風になるかな。プレビュー表示を押します。こんな感じになりますよ。いい感じに設定できましたね。ちなみにこのグレーになっているところなんですが、こういうふうにクリックをしてあげるとグレーの位置が変わってきます。このグレーになるところというのは、あくまでもデータが差し込まれる特別な部分なんですよというののアピールになりますので、特に気にする必要はありません。これで左上のラベルの設定が完璧にできました。ここでこの左上の設定を他のラベルに行き渡らせるという操作をしなきゃいけないんですが、その行き渡らせる操作は手順6分の4になります。今手順6分の5にいますので、必ず手順6分の4に戻って、そしてこの状態で複数ラベルに反映というボタンを押してあげると、その瞬間すべてのラベルに設定を行き渡らせることができました。なので左上だけ完璧に作って、あとは行き渡らせるということを強調していたわけですね。それでは次へでプレビュー表示してみましょう。他のラベルに差し込まれるとこんな風な表示になっていきます。さてここでなんですけれども、この人の場合は住所が長すぎて余計に行を取られているので、こういう風に表示が欠けてしまったりしている人がいると思うんですが、そういう風にちょっと変な表示になっている方が1人や2人であるのであれば全く問題ないです。あくまでも全体的に大まかにこういう表示になっていて、だいたいいいなというのの確認が取れればいいです。本当に数人だけこういう風になっているというのであれば、それは個別対応していきますので放っておいて問題ありません。それでは次に進みます。差し込み印刷の完了に進みましょう。ここではまずお試し印刷をしていきます。実際に何十人分とか何百人分ラベルシールを印刷すると不安だと思いますので、まずはお試し印刷をしていきます。
印刷ボタンをクリックしてあげて、現在のレコードというのを選んであげると、今画面に表示されているラベルシール1枚分だけを印刷することができますので、この現在のレコードのまま OK ボタンを押してあげてください。印刷したものがちゃんとラベルシールの枠の中に収まっていればそれで OK です。ただしその時にもこういうふうに1人分だけ欠けていますよという方がいても全く問題ありませんので気にしないでください。さて、お試し印刷が終わったので、ここから全員分の印刷に入っていきたいんですが、やり方は2つあります。1つ目が印刷ボタンを押して全てを選んで OK を押す方法。これだといきなり印刷をかけてしまいますので、今現在こういう風にかけている人がいる場合にもこの状態のまま印刷がされてしまいます。もしこういう一部の人に対して個別対応をしていきたいというのであれば、一旦キャンセルボタンを押してあげて、各ラベルの編集というのを押してあげると、この型枠に全データ、例えば全データが100人分あるんだったら100人分のデータを差し込んだ後の文書ができてきますので、そこで個別対応をすることができます。おすすめは、私は個別対応するために各ラベルの編集を選んであげた方がいいかなと思っています。ですがお好みです。今回は各ラベルの編集を押してあげましょう。ここで全てを選択したとしても、ウィザードの6分の3でチェックを外した人に関しては除外されますので安心してください。全員分のデータを差し込んでくださいね。 OK ボタンを押していきます。そうすると住所録にある全データをこういうふうに差し込み印刷した結果の文書ができてきました。今私は画面に2枚ずつ表示されていますが、これ1枚ずつ表示されている方もいらっしゃると思います。表示の仕方については特に気にせずにいてください。ここでこんがらがりやすいんですが、この時点で実は文章2つできています。表示タブをクリックしてみましょう。ウィンドウの切り替えをしてみます。今見ているのはラベル1という文章。これ1と書いてあるのはその方によって2とか3とかになっている場合もありますので、この一番最後尾の数字については気にしなくて大丈夫です。ラベル1となっている文章は差し込みをした結果の文章です。それに対して文書1というのが一番最初に作っていた差し込み印刷のための型枠の文書になります。で、この型枠に全データを差し込んだ後の文書がこの表示からウィンドウの切り替えでラベル1になりますので、これはあくまでも普通の文書です。もう型枠じゃないので個別対応ができていきますので、大野田さんのところで欠けているのが嫌であれば、段落前に入れた間隔をなくしていったり、文字の一部でちょっと変なところで改行されてて気持ち悪いなというのであれば、改行位置を変えてあげたりというような個別対応をして全く問題がないです。そして全部のデータをざーっと見てあげて、これでいいな、ここの人のを直したいなというところを修正したらば、最後にこれは普通の文書です。差し込みの型枠ではなくってデータを差し込みし終わった後の普通の文書になりますので、後の印刷方法は普段と全く同じです。ファイルタブから印刷を押してあげて、そして印刷ボタンを押してあげればすぐに印刷が始まります。保存についてなんですけれども、型枠と差し込みし終わった後の文書、どっちを保存しておくのか、それとも両方保存しておくのか、これとても迷いそうなんですけれども、実際ここについてお話ししちゃうとすごく長くなるので、
私のウェブサイトの方に分かりやすく解説を載せておりますので、概要欄のリンクからご覧ください。今回は宛名ラベルに差し込み印刷をする方法をご紹介しました。気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。それではまたお会いしましょう。ではでは。